皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の26日金曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の9時51分ということで、ほとんど10時になりましたね。ということで、いつものワイワイニュースライブ、金曜日ですけど、始めたいと思います。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、金融経済ナンバー1ということで、隠されている日本の金融経済の規模が一体どのくらいになるのかというのを今日ちょっと計算してみたということなんですね。で、実体経済を反映する実体経済の規模っていうのは、GNP、国内総生産の額で GDP で分かるんですけど、金融経済自体がどのぐらいの規模になっているかっていうのは誰も計算してないんですね。経済学者も計算しないと、あるいは計算してても公表しないという、おそらくこれはタブーなんでしょうね。ということで、このタブーに挑戦しようということで、今日は実体経済とそれから金融経済のそれぞれの規模が一体どのぐらいになっているのかという非常に素朴な疑問なんですけど、誰も回答しないという謎のですね、タブーに挑戦するという、テーマですね。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2822回ですね。いつものように一元放送でツイキャステレビの媒体で、現時点で音声も、映像もですね問題なく配信されているということで、ずっと調子いいですよね。あんまり妨害もなくて、ということです。で、今日の最初のお知らせですけど、これは昨日の木曜日のワイワイニュースライブのメインテーマ、今回の参議院選挙が小選挙区比例代表制ではなく、一票の格差ゼロの大選挙区一区比例代表制で行われていたとしたらどのようになっているのかと、ビジュアルに表示するとこうなるんだという、メインテーマだったんですけど、これをですね、YouTube 表紙としてこういうふうにまとめてくれたんですね。非常に分かりやすいんですよ。一票の格差ゼロならこうなるということで、ちょっとこのグラフちょっと小さくて、見えないかもしれないですけど、こっちがですね、いわゆる現行の小選挙区制、これで、安倍と二階が勝ったということで笑ってるんですね。でも実際は負けてるんですよ。そして、翌日行われた自民党の役員会議での表情を見れば分かるんです。なんかお通夜の席みたいな感じで、意気消沈してると。安倍とそれから二階ブスッとしてますよね。前日のこの笑顔とは一体どこ行ったんだということなんですけど、実はこの小選挙区比例代表制はインチキだと。一票の格差は永遠に解消されないと。で、憲法第15条の第2項、すべての公務員は部分的な利益を代表するものではなくて、全体の利益を代表するものだという規定があるんですね。ということは、公務員の重要なメンバーである国会議員は一地方の利益代表者ではないわけですよね。一地域の利益代表者っていうのは村会議員だったり町会議員だったり市会議員だったり区議会議員だったり、あるいは県単位で、県議会、道議会、都議会の議員なんですけど、国会議員っていうのは一部の地域の代表じゃなくて国全体の国益を代表するものだということなんで、選出される地区も小さいいわゆる区とか町とか市とか
県とか道ではなくて、全国大選挙区1区比例代表制だということがこの日本国憲法第15条第2項の規定に一番合致してるんですよね。さらに、一票の格差がゼロだということで、昨日のテーマっていうのはもしも今回の参議院選挙がこの全国1区全国何でしたっけ、大選挙区1区か、大選挙区1区比例代表制で行われていたとしたらどうするのかと、どうなったのかということなんですね。これでグラフに書いてるんですけど、これはっきり分かるんですね。自民党が14も減るんですよ。で、これをですね、具体的なエクセルの表にしたんですね。増減はどうなるかということで。自民党が結局これですよね、14マイナスになると。大選挙区1区代表制でやった場合から立憲民主党がプラス3、国民民主党がプラス2、それからこの3っていうのは誰だ、じゃないや、違うわ、公明党がプラス3、立憲民主党がプラス2、国民民主党がプラス3、共産党がプラス5ですよ。6が5プラス5で11なんですよ。で、日本維新の会がプラス3、社民党がプラス1で2になると、令和がプラス3で5になるということで、山本太郎代表も、それから2位の野原さん、創価学会現役会員野原さんで、3位の蓮池さんが1位2位の加えてですね、5名が当選したはずだと。から NHK をこれ正体不明のおそらく日本会議の別動隊でしょうね、プラス1で2になるということで、ですから自民党が14もかさ上げされていると。これが各党に、配分されるということなんですね。ということで、昨日のテーマの、表紙ですね、これ。ということです。それで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスで322名、YouTube で751名で1073名ということで、これ 3時間ぐらい前の統計ですので、現時点でもっと増えてると思いますね。ということです。国民民主党玉木代表は元会見に参加すると言ったと開き直ったと。もともと会見議論に参加すると。選挙が終わった途端あれですよね。だから彼は市民連、いわゆる野党統一候補を調整してた市民連との政策協定の中で、安倍自公政権が安倍政権が推し進める憲法発議には加わらないという協定を結んでたんですけど、選挙が終わった途端ですね、憲法改正の議論に参加するという裏切ってるんですね。もともと怪しいんですよ。玉木っていうのはもともとの財務省の高級官僚ですよ。エリート官僚ですよ。向こう側の人間なんですよね。なぜか野党側に来てると。偽装野党でしょうね、彼ね。ということです。子猫ブルーアイさん、国民民主党玉木代表、安倍首相と会見議論に前向きということで、ひどいね。翌日やるかね。普通の
感覚ではありえないよね。 K さんコンティニューコインから子猫ブルーアイさん、裏切りですね、国民民主党の消滅を希望すると。そうですね、解体す、まあどっちみち解体でしょ。自民党の方にすり寄るか、あるいは立憲民主党の方にすり寄るか、あるいは令和新選組の方に入るかということで、もう股先状態で、消滅するでしょうね。 K さんコンティニューコインから石森さん、山崎康彦氏ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から子猫ブルーアイさん、お茶箱10とコンティニューコインが2枚ですね。こんばんは、配信ありがとうございます。それと石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。イルミナティ研究会さん、コンティニューコインが2枚ですね。から土山純一さんがお茶箱10配信ありがとうございます。コンティニューコインが2枚ですね。ということで、イルミナティ研究会さん、オセロのプロでもそこまで意見変えないというなるほどね。翌日ですからね、見事ですね。しかしね、N 国 NHK から国民を守る会の立花っていうのも安倍晋三を応援しますと、野党の皆さん申し訳ないとかなんか、彼も翌日、裏切ってるんですよね。だから本当正体不明だよね、あれね。砂ずきんさん、いつものやつですね、ありがとうございます。初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同のあるツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。はい。ということで、先ほど取り上げた表紙ですね。表紙長いから、これ途中で切らないといけないんですね。どのようになってたかと。だから大選挙区1区比例代表しかないんですよ、国政。ビジュアルで表示するとどうなるのかと、こうなるということなんですね。で、視聴者数ですね。で、今日の画像ですね。今日の画像の最初は先ほどお見せした大選挙区1区比例代表で今回の参議院選、の結果ですね。これをエクセル表にまとめたというやつですね、これ。2つ目が、これ面白いですね。これ AFP の記事なんですけど、トランプがですね、選挙目当てで、右派の学生、が開いたワシントンでの会合に参加して、演説してるんですね。で、この背後にですね、アメリカの国章というのは、国の国章ですね、アメリカ国としての正式な国旗みたいなものですね、国章。これが背後に出てるんですけど、これが全くのまがいものということで、トランプ全然気がつかないですね。で、これ何かというと、これ相当の和紙なんですよ。相当の和紙じゃないんですよね、アメリカの正式の国章は。頭が一つしかないんですけど、これ相当の和紙っていうのはロシアなんですね。ロシアの国章
そしてこれ面白いんですけど、この総統のわしの左足で掴んでるのがトランプが得意なゴルフ道具ということなんですね。で右がこれちょっと分かんないんだけど、なんか掴んだんですね。でこれ完全にあれですよ、ロシアがやったのか、あるいはロシア疑惑、選挙介入疑惑を持たれているトランプに対する当てつけで誰かがこういうふうに偽造したのかっていうのは分かんないんですけど、こういうものが公然と背後に出ててもトランプは全然分かんないということなんですね。で、これが正式のロシアの国章なんですね。これ総統の和紙なんですよ。そしてこの真ん中に、騎士が白馬にまたがってるんですけど、これは有名な騎士らしいですね。怪獣を退治したという騎士。そして、この和紙がですね、左足で、この宗教上の、十字架がかぶさっている円球ですねを持ってると。で、右の方で、これも、宗教上のものなんですね。で、玉手っていうんですね、これ玉はこれ。そして右足で、掴んでるものがちょっと分かんないですけど、これが正式なあれなんですね。これをもじってこれ偽造したんですね。でなかなか面白いですよね。ゴルフバッグを掴んでるということなんですね。それで正式のこれ私知らなかったんですけど、アメリカの国章っていうのはこういうんですよ。わしは頭が一つ、そして、左は矢を13本の矢を左足で握ってると。右足ではオリーブの木を持ってると。でこれは矢っていうのは戦争であり、オリーブっていうのは平和なんですね。でこのおわしは矢の方に向かないで顔をオリーブの平和の方に向けてると。そして上は最初の独立州の13の独立州が星になってるんですね。これが正式のあれなんですよ。アメリカの国章なんです。そしてこの裏なんですね。で裏があるっていうのは知らなかったんですけど、これなんですね。これどっかで見たようなものなんですね。これは1ドル紙幣、アメリカの全ての紙幣の裏に印刷されているっていうこと、ここに書いてあるんですね。これが表なんですよ。これ1ドル紙幣の裏の表、裏の右側に表があって、でいつも取り上げるのが左側の裏なんですね。これ私はこの1ドル札にだけイルミナティのメッセージが刷り込まれたんだというふうに理解してたんですけど、そうじゃなくてアメリカの国章自体がこういうメッセージを最初から持ってたんですね。でこの国章ができたのが1782年ですから、アメリカの独立戦争1776年の直後なので、もう最初からアメリカっていうのはイルミナティのイルミナティが結局は作ったんだというようなことがこれで分かりますよね。1782年にこういう国章を正式に採用してるっていうのは。で裏のこれですね。で上の方にラテン語
下の方にもラテン語が書いてあるんですけど、これは毎回1ドル札の裏を説明するときに取り上げてるんですけど、これですね。これアヌイットコエプティスというラテン語なんですよ。これは糸をお認めになったという。今まで私が解説してたのは、神よ、我々の意図を承認してくださいというメッセージだというふうに解釈してたんですけど、これ神が意図を認めたというふうにな解釈なんですね。神が認めたと。何を認めたかというと、この下にあるラテン語なんですね。これはノブスオルドセクロラムということで、この時代の新しい新秩序、この時代の新しい秩序を神が認めたというメッセージなんですね。そしてこのピラミッドの一番下に書かれているローマ数字、これですね、MD CCLXXYI と、これローマ数字ですが、 M っていうのが1000なんですね。で D っていうのが500なんですね。で C っていうのが100で C が2つで100100で L っていうのが50、 X っていうのが10で V っていうのが5で I っていうのが1なんですね。これを全部足すと1776になるということで、アメリカの独立戦争、独立したのが1776というのがローマ数字で書かれているということなんですね。で、この特に裏の方ですよね。これの三角形と、それから人の片目ですよね。ピラミッドがあって片目があって、そしてイルミネーション、光線が四方八方に拡散して出てるという、これは一体どこから来るのかということなんですけど、これがイルミナティのシンボルマークそのものなんですね。この片目は何かというと、これはプロビデンスの目という全能の神、すべてを見通す目ということなんですね。そして三角形、三位一体の三角形、それと光線が後ろ、光背ですねから四方八方に光線が出ているという、これイルミナティのシンボルマーク。これが国章の裏、そして1ドル紙幣、1ドル紙幣だけじゃなくて全てのお札に印刷されてるっていうことなんですね。というのが分かったんですね。でこのイルミナティとは何かというと、これはもう、改宗ユダヤの秘密結社なんですね。で彼らの目的は何かというと、ユダヤ人が支配する世界統一政府の樹立と、神に選ばれた先民であるユダヤ人が全てこの世を一元的に支配するために世界統一政府を樹立する必要があるというのがのために、マイヤーム氏ロスチャイルドが1773年に作ったんですね。ということがこのトランプのですね、間抜けな、演説の記事
から分かったんですね。面白いですね、これ笑っちゃうよね。漫画だよねこれ。ということです。アキさん、コンティニューコイン2枚ですね。砂月金さん、憲法で貧困が憲法で貧困が貧困が何これ、増刷、増幅か、貧困が増幅したわけでないと、小泉竹中安倍の新自由主義が格差社会を増殖させたと。野党として一番にするべきことは新自由主義をやめさせ国民の生活を守ることだと。これ玉木に対してのあれですね。だから彼なんか財務省の主計官なんかやってるいわゆるエリート中のエリートなんですよね。それがなぜか民主党に入って、そして2017年の総選挙の直前に、小池百合子とそれから前原がいわゆるジャパンハンドラーズの指令でですね、民主党を解体するために希望の党っていうのを立ち上げて、そこに、いち早く民主党から抜けて玉木がなんか幹部に入ったんですね。そして、小池百合子が途中で放り投げた後の共同代表に玉木はなってですね。で、結局希望の党が消滅状態になって、彼は国民民主党という、偽装野党を作って代表になったということで、彼の正体は結局そういうことなんですよ。別動隊なんですよ。ということですね。東京の稲尾さん、ニフティニュースですね。これか。山本太郎テレビ朝日モーニングショー生出演と、総理大臣目指しますと、頑張れということですね。結局彼が地上波に呼ばれたのがこのテレビ朝日のモーニングショー、これだけだということで、今日トピックスの中でも私は日刊現代の記事かな取り上げましたけど、ひどいもんですね。あれほど270万票、個人でも99万票取ったニュース番組としては真っ先に伝える価値のある彼をたった1曲のモーニングショーしか招待してないと。他はもう一切スルーしてですね。何なんだと。日本の特にテレビっていうのは悪質ですよね。今日の画像です。これエクセルですね。新エクセル。で、次に間抜けのトランプが、偽造されたアメリカ国書を背後にして演説したということですね。誰も気がつかなかったと。でワシントンポストじゃなくて、ワシントンポストが初めて報道してみんな気がついたということですね。で相当のわしは東洋と西洋の両方にかかる東ローマ帝国の公式の国書であったと。相当のわしってなんで2つ頭があるかっていうと、いわゆる東ローマ帝国が西洋と
東洋両方を支配するという象徴のためなんですね。で3つの王冠があると。そして胸にはドラゴンを倒す騎士を描いた赤い盾があると。ドラゴンをこの騎士が倒したという伝説の人物が書かれているということですね。でアメリカ合衆国の国章の表で私の中として、この国章には回収ユダヤロスシャルド回収ユダヤの秘密結社イルミナティのメッセージが込められてるんだということなんですね。で、ラテン語ですね。世界を一つにするというラテン語が上の方に書かれてるんですね。だからイルミナティがバラバラな世界を一つに統一するという世界統一政府の樹立を宣言してるんですね。で、次に裏ですね。これも裏にもイルミナティのメッセージが隠されているということで、1ラテン語ですね。意図をお認めになったと。神が認めたと。何を認めたのかと。これは裏の下にあるラテン語、この時代の新しい秩序、世界統一政府樹立を認めたということなんですね。でピラミッドの上部のプロビデンスの目ってですね、神のすべてを見通す目があると。それから後輩イルミネーション、これはイルミナティのシンボルマーク、なぜかシンボルマークが国章の裏に描かれているということね。それでピラミッドの下部ですね、下にはローマ数字があると。ローマ数字の M っていうのは線なんですね。フランス語でも見るっていうのが線なんですね。で、D っていうのが500、これドゥミですから半分ですね。から C、損ですね。100、L、X が10、から V が5、I が1と。これをこう全部足すとですね、この1776年になるという。それからシンボルマークがこのプロビデンスの目と、それからイルミネーションのイルミナティですね、それと三位一体の三角形ピラミッド、これをシンボルマークにしてるんですね。ということです。次に、今日の注目情報、これなかなかハンギョレ新聞でいいコラムですね。日本右翼と韓国保守のデカルコマニーと。デカルコマニーとは一体何かというと、デカルコムニーというのはフランス語から来てるんですね。要するになんかこういう紙にこう2つ折って、
そして、中にですね絵の具をこう垂らすんですよね。そして合わせて、そしてまた開くと、いわゆる最初から意図できないような新しい造形の色彩が出てくるという、こういうことなんですね。でこのコラムっていうのは日本の右翼と韓国保守っていうのは同じようなもんだと。要するに、相似形であるというふうなコラムなんですね。なかなか鋭いこと言ってるんですね。でこの中で、言ってること、安倍の夢は平和憲法を変え日本を戦争する国にすることだと。明治維新以降常習失踪しアジアを支配した過去の栄光を再現することが安倍の夢だと。まさになんです。その目標を成し遂げるためには平和憲法改正に反対する国内世論を制圧しなければならないと。世論の流れを変えるには北東アジアの緊張と葛藤の持続が欠かせないと。ところが昨年の南北首脳会談と親米首脳会談以降、このような葛藤構造が解体される兆しが高まっていると。その上今度は反問点で3カ国の首脳が一度あったと。安倍政権としては決して歓迎できない構造的変化だと。何としてでも、朝鮮半島を対決局面に戻すことこそ安倍には死活がかかった問題なんだと。まさにそうなんですよ。で安倍首相が今月4日経済報復の理由として戦略物資の対米、北朝鮮流出を掲げたことは意味深長だと。ムン・ジェイン政府の強力な反発に一歩後退したが、この発言は安倍がはるか先まで見通していることを見せてくれたと。安倍政権は今後南北和解が進展し経済協力が本格化する場合、南北経済交流が北朝鮮の武器開発につながるという論理を前面に出し、南北協力を妨害しようとする可能性が高いと。でこの点、日本の右翼と韓国保守の戦略的利害関係の一致が現れると。韓国の保守勢力は南北の対決と朝鮮半島の緊張を存立の根拠としてきたと。北朝鮮の脅威を前面に出し、韓国国民の安保不安を刺激して、そうすることで作った不安感を利用して既得権を維持して育ててきたと。朝米対話と南北和解はその安保既得権の土台を揺さぶっていると。韓国の保守勢力はこのような流れを何としてでも阻止し逆転させようとしているということで、日本の右翼と韓国の保守はこのデカルコマニのように似てるって言うんですね。で韓国保守のイデオロギー機関紙である朝鮮日報をはじめとする既得勢力が安倍の経済挑発を糾弾するどころか、反対に肩を持ったりそそのかして、その波紋の責任をムン・ジェイン政府に押し付ける理由がそこにあると。まさにそうなんです。だから朝鮮日報っていうのは日本の読売新聞とか産経でしょうね。で安倍政権が経済挑発で韓国経済に打撃を与えることは日本経済にとって打撃とならざるを得ないと。安倍政権の経済挑発は一種の自害恐喝だと。損害を甘受してもムン・ジェイン政府を揺さぶることが自分たちの長期戦略に役立つと見ているわけということですね。非常に鋭いんですね。これ書いたの誰？コ・ミョンソブ論説委員ですね。なるほど。でそうか、安倍政権は政治的危機の
たびに北朝鮮の核・ミサイル試験で、造成された緊張局面を利用し、苦境を脱出し、支持率を引き上げてきたと。それが昨年の平壌五輪以降はっきり感じられた朝鮮半島の緊張緩和で政治的に使う外交変数を永久になくす境遇に置かれたと。そうなんですよ。だから必ず日本で、選挙があるとか、あるいは野党の抗議行動があるとか、あるいは沖縄の知事選挙があるとかという直前にはですね、北朝鮮からミサイルが飛んでくるとか、あるいは砲撃、あるいは核実験をするとかいうのが必ずあったんですね。それを利用して安倍政権は北朝鮮が攻めてくるという全くのデマを流してですね、緊張感を危機的な状況にあるという嘘で国民を誘導してきたと。それがもう使えなくなったということなんですね。砂月さん、ユダヤ人イルミナティのデビッド・ロスチャイルドの世界政府樹立宣言と YouTube ですか。はい。ということで、このハンギョレのコラムは非常に、的確に分析をしてるんで、ぜひお読みください。そして拡散してください。大したもんですよね。ハンギョレ新聞のこういう記事を書ける記者がたくさんいるってことですよね。そうか。デカルコマニとはということで、ウィキペディア。紙と紙の間などに絵の具を挟み、再び開いて偶発的な模様を作る技法で、デカルゲ、転写するに由来すると。デカルゲって言うんですね。転写するということです。ということで、今日のメインテーマですね。金融経済ナンバーワン。隠されている日本の金融経済の規模がどのくらいなのかと計算してみたということなんですね。で、この計算の前提条件として、1、実体経済というのは一体何かというと、名目 GDP、名目国内総生産とすると。実体経済イコール。そして2番目、金融経済というのは、この中央銀行が発行する、供給する貨幣供給量からこの名目 GDP を引いたもんだと。これを前提条件にしたんですね。で、2017年の実績っていうのが分かったんですね。で、日本の名目 GDP2017 年は545兆円だったんですね。で、日銀の2017年12月時点での通貨供給量、これは1320兆円だという数字が出てきたんですね。そうすると、私の計算だと、金融経済、2017年の金融経済、日本の経済金融規模っていうのは、通貨供給量1320兆円から名目 GDP545 兆円を引いた775兆円だろうということなんですね。2017年の日本の金融経済規模775兆円ということです。で、この775兆円の金融経済規模っていうのは実体経済が545兆円ですから、実体経済の 1.42 倍の規模を持ったことなんですね。それで金融経済っていうのは、何回も言ってますように、実体経済は価値を生むわけですよ。物を生産したり、サービスを提供したり、物を運んだり、あるいは介護したり、医療に従事したりということで、人間の生活に、価値を生み出すものが実体経済なんですけど、金融経済、
株とか債券とか国債とか、あるいは FX とか、あるいは商品先物とかデリバティブとか、あるいは不動産証券とか等というものは、それ自体は価値を生まないんですよね。要するに、金融経済に従事している、例えばカーソンディーラーとか、あるいは株のディーラーなんかは株とか金融商品ですね、株とか国債とか債券が上がった下がったと、その段階で、売り買いをするということで、いくら儲かったかと、いくら損したかということで勝負がついてるんですけど、それ自体売ったり買ったりした行為自体で何の役にも立ってないんですね。価値を生まないんですよね。要するに博打と同じで、胴元がいて胴元が儲かる仕組みになってて、で、博打に参加した客のおそらく1割ぐらいは儲かると。でも客の9割は損すると。パチンコもそうですよね。パチンコ屋は儲かって、で、客の1割ぐらいが儲かって、残りの9割は損するという構図と同じなんですよね。何の価値も生まないというのが金融経済なんです。で、日本の2017年の金融経済の規模は私の計算だと775兆円もあるということなんですね。これは誰も計算出さないんですね、日本の経済学者。知ってんのか、あるいは知らないのか知らないですけど、775兆円もあると。実体経済の 1.42 倍もあると。これが価値を生まないということなんで、それじゃあこの775兆円にですね、消費税は 8% は全廃して、その代わりに金融経済税という 8% を775兆円に課税すると、毎年。そうすると62兆円ですよ。62兆円の増収が見込まれると。消費税 8% っていうと 1% が 2兆円ですから16兆なんですね。それの4倍の規模の税収が見込まれるということで、ぜひですね、この金融経済税というのを導入したいですね。というのが今日のメインテーマです。それで最後にですね、この日本と、それからアメリカと、それから EU、この3つの主要国の名目 GDP から通貨供給量をちょっと比較したんですね。で、日本は名目 GDP が2017年段階で545兆円です。通貨供給量が1320兆ですから、倍率として 2.42 倍、の通貨供給をしてるんですね。実体経済の 2.42 倍のお金を吸って、日銀は供給していると。で、それじゃあアメリカはどうなんだかということで、これ、円ベースに換算すると、2017年の名目 GDP、アメリカは2143兆円なんですね。日本の4倍ですね。でも通貨供給量っていうのが1563兆円ですんで、0.72 倍しか供給してないということで、いわゆるトランプが不満に思ってるんですけど、いわゆるどんどん通貨を出せと、引き締めじゃなくて緩和しろという脅しをして、FRB の議長はそれに従うような発言をしてますよね。でも今までの金融引き締め、に転じて 0.72 倍なんです。日本は 2.42 倍なんです。で EU は欧州はどうなのかというと、EU の名目 GDP は1923兆円なんですね。アメリカよりも若干規模は小さいんですけど、日本の4倍近いんですね。でも通貨供給量は
1586兆円で 0.82 倍しかないということで、ですから欧州 ECB、米国 FRB は実体経済 GDP の1倍以下の通貨供給しかしてないんですよ。で日本は異常なんですね。 2.42 倍ですから。これは一体何かというと、これはアベノミクスですよ。アベノミクスによる異次元の金融緩和ということで、日銀の黒田がですね、このようにこの6年間、2013年から2019年現在まで6年間にわたってジャブジャブと円の1万円札をすりに吸って供給してきたということなんですね。これが図らずも分かったということなんです。で、ヒントになった記事っていうのがあるんですね。日本経済新聞、世界の金1兆円10年で7割増と、実体経済と乖離鮮明という、これなかなかいい記事だったんですね。たまたまこれ偶然見つけたんですね。で世界の、これ2017年11月14日付なんでもう2年前の記事なんですけど、世界の金が1兆円ということは1万兆円ですよね。10年で7割増したということなんですけど、でもこの7割増した中で日本の日銀が供給したあれがかなりの部分を占めるんじゃないですか。この記事では日本の日銀がどのぐらいの通貨供給したかっていうのは書いてないんですけどね。というのが今日のメインテーマでした。ポイントだけでもアップしますかね。現在、62分23秒ですか。視聴されている方が57名様、全体で128名様、コメントが30件ですね。キララカットさん、コンティニコインが2枚ですね。今日のメインテーマ。から前提条件があって、実体経済っていうのは名目 GDP だと。それから金融経済っていうのは、通貨供給量から名目 GDP を引いたもんだと。こういう前提条件で計算した結果なんですね。そうすると2017年の実績があるわけですね。日本の名目 GDP は545兆円だったと。2017年。そして通貨供給量は日銀が通貨供給したものは1320兆円だったと。その結果引き算すると1320から545兆円を引くと775兆円と、これが日本の金融経済の規模だろうということなんですね。そうするとこの価値を生まない、すなわち2017年日本での価値を生む実体経済規模は545兆円だったのに対して、価値を生まない金融経済がその 1.42 倍の規模の775兆円だったということが分かったんですね。それじゃあどうするのかということで、消費税を全廃して、その代わりに金融経済税との 8%、775兆円に課税するとすると、62兆円もの税金が新たに政府に入ってくるということですごいですよね。だからこれはもうベーシックインカムの有力な財源なんですね。中野さん、コンティニューコインですね。
そして、で日銀がいかに異常なほど大量の通貨供給をしているかっていうのがやはり比較しないと分かんないんですよね。日本だけ見てても全然分かんないですね。で、比較したんですね。日本から米国、それから欧州 EU、 これの円ベースで比較するということなんですね。あれこれ全部入るかな。マイナス4。これですね、日本と米国と欧州の円ベースに換算して、1、名目 GDP、2、通貨供給量、その倍率ということで、日本が GDP が545兆円に対して1320兆円の通貨供給してるから、倍率が 2.42 倍だと。米国は GDP が2143兆円に対して1563兆円の通貨供給で 0.72 倍と。欧州は1923兆円の GDP に対して通貨供給が1586兆円です。 0.82 と。ですから ECB も FRB もいわゆる金融緩和をした後はですね、金融の引き締めをして、このような1倍以下に、通貨供給量を絞ったんですね。日本だけなんですよ。異次元の金融緩和を今でも続けてるということで、2017年段階で 2.4 倍42倍ですから、おそらく、その後も金融緩和してますんで、2019年、今年の12月段階だと 2.5 以上になってるんでしょうね。これはもうやらせられてるっていうか、日本の経済をどこまで、やればですね、耐えられるかっていう実験をさせられてるんでしょうね。とんでもないですよね。というのが今日、それで関連記事でなかなかいい記事を見つけたんですね。たまたま日経新聞ここで実体経済っていうのが出てきたんですよ。通貨供給量と実体経済と。それじゃあ通貨供給量から実体経済を引けば金融経済の規模が上がるんじゃないかというヒントをもらったんですね、この日経新聞の記事で。ということで今日のメインテーマはそういうことでした。ですから金融経済に対して課税するというのは非常にいいですね。これですよ。価値を生まない金融経済に対して 8% 消費税と同じ税率をかけると。そうすると62兆円の税金が徴収できると。それをベーシックインカムの有力な財源にするということですね。というのが今日のメインテーマでした。次にトピックス、今日のバカなあれですね、トランプの間抜けな写真ですね。米大統領紋章がロシアの総統の場所にゴルフクラブ握る解散かご使用かということで AFP、 これはスクープでしょうね。これね笑っちゃうよね。
それとこれですね、消費税廃止で日本復活と、これ山本太郎ら試算、消費税ゼロで賃金44万円アップの根拠という日刊現代ですね。これは昨日お伝えしましたけど、アメリカ民主党の有力な大統領候補サンダースがアメリカで4700万人が苦しんでいる奨学金、175兆円の債務総額らしいんですね。すごいですね。これを免除するために金融経済に課税すると、株の取引とか債券の取引、あるいはデリバティブの取引に課税するという具体的な案を出したんですね。これはなかなかいいですね。彼勝てるかもしれないですね、民主党の候補者として。非常にグッドタイミングでこういう法案を準備しましたよね。山本太郎も言ってるということですね。だから消費税をゼロにすれば賃金も上がるよと、景気も回復するよということですね。それから黄昏迎えた安倍首相、いよいよ名誉ある引退を考える時が来たという、これ孫崎さんの毎週コラムを日刊現代に書いてるんですけど、最新のコラムなんですけど、なかなかいいことを書いたんですけど、でも黄昏を迎えた安倍は名誉ある引退を考えるべきだっていう、これは違うんじゃないかということで、私の一言、私のコメント、安倍晋三とその一味に残されているのは名誉ある撤退では全くなく、彼らがこの間に犯したすべての国家権力犯罪と憲法破壊と公金横領と売国の罪を暴き出し、彼ら全員を逮捕起訴して裁判にかけて刑務所に送り込むことだと。名誉ある撤退どころじゃないんですよ。犯罪者ですからね、あいつらね。これは私のコメントなんですね。だから孫崎さんは優しすぎるんですね。私のコメントですね。全員を逮捕しろと、起訴して裁判にかけて刑務所に送り込んで一生閉じ込めておくと。そして公金を横領した部分に関しては全財産を没収して払わせると。足んない部分は袋張りしろと、刑務所の中で。そうですね、拍手、賛同しますという経過ですね。そのぐらいのことをやんないとダメなんですよ。からイギリスのジョンソン首相の要求を一蹴したと、離脱案の修正に応じないという EU 委員長、ジョンソンっていうのも何なんだろうね、トランプに似てますよね。おそらくこのままいくと10月30日に合意なき離脱して、イギリスは大混乱になるでしょうね。東京の稲子さん、コンティニューゴンですね。ありがとうございます。だからこのジョンソンが新たに首相になったっていう経緯を見ても、結局、新首相を選んだのは保守党、政権を取ってる保守党の国会議員と、最後は1万何千人の保守党の党員、ほんの国民の一部が選んだしかないですね。これは私がいつも言っているように、日本もそうですけど、議院内閣制自体が間違ってるんですよ。民意を全然反映しないんですよ。いわゆる下院というか国会の過半数、日本でいうと衆議院の過半数を握った
政党の代表が同時に内閣の首相も兼務するということなんで、すでに2つの権力を1人の人間が握っちゃうんですよね。そして日本の場合は憲法第7条の第2項で、天皇の名において内閣総理大臣は最高裁長官を任命することができるということで、3つの国権を1人の人間が独裁的に支配管理できるというのが日本の議院内閣制なんですよ。だから今の最悪の安倍がやりたい放題になってるんですね。でイギリスもそうなんですね。イギリスも結局議院内閣制ですから、そして、日本の象徴天皇制よりももっと権力を持っている女王というか王室がいるんですね。そして、イギリスにないのは憲法がないんですよ。成文憲法がないから。今までのいわゆる判例を積み重ねた判例主義なんですね。ですからいわゆる一般国民が成文憲法を身につけて、自分たちがに保障されている権利等々を学習する機会というのはないわけですよね。だって成文憲法がないんだから。で要するに、法律の専門家とか法学者とか判事とか弁護士とか裁判官とか等々の法律の専門家しか分かんないことになっちゃうわけですね。そして、憲法裁判所がないと。日本とアメリカとからイギリスないということで、非常に日本とイギリスは共通してるんですね。だから日本もイギリスも天皇制王室をやめて、大統領制にするということが必要なんじゃないですか。国民が直接選挙で選ぶと。だからアメリカの大統領制も今みたいなインチキなですね代議員制度じゃなくて、フランスみたいな直接選挙で選んで1回で 50% 取れない場合は上位2社が決選投票するということで決めればいいじゃないですか。砂月金さん、安倍批判論者の息子が外交要職にと、どういうことなんですかな。ブロゴス拍手、安倍一味刑務所で袋張りと笑うと東京のニュース。そうですよ。全財産没収して当然何兆円もの国民の税金を黒田なんかもそうですよね、一緒に袋張りしろよということで、全財産没収と、そして足んない部分は袋張りすると、月に1万円ぐらいの労賃で賄いきれないですけどさせるということでしょうね。ということです。ジョンソンね。はい。で、日産1万2500人削減。もう完全に日産はルノーの子会社になるでしょうね。倒産寸前まで行くでしょう。そうするとルノーは待ってましたと言って、今までできなかった直轄の子会社化に踏み切るでしょうね。日産で、最後今日の重要情報、山本太郎令和代表がモーニングショーで訴えた他局の排除継続に山本はオファーはここだけと、私は放送禁止物体だということですね。これは鳥羽真一モーニングショーに出演したんですね。それ以外は全然お呼びがかかんないと、スルーされているという。
最悪ですね、日本の特にテレビはね。だからあいつらあれですよ、安倍ファシストの共犯じゃなくて、一緒に国家犯罪を犯している主犯だということでしょうね。リテラです。ということで今日の放送は終わりです。時間が71分08秒。視聴されている方が同時期で55名様、全体で150名様、コメントが53件ですね。たくさんのコンティニューコインとたくさんのコメントとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日金曜日、現在日本時間で、夜の11時2分ですね。ということでお疲れ様でした。のこのこさん、お茶爆10、砂月さん、お疲れ様でしたということで、お疲れ様でした。ということで、明日、明後日お休みなんで、来週月曜日ですね、またよろしければ合流してくださいということで、イルミナティ研究所、大変勉強になり、興味深かったです。ありがとうございました。ということで、よかったですね。ということで、今日の放送お疲れ様でした。終わります。